せ。いらっしゃいませ。真ん中にこう生地を持ってきて集めて内丸めで丸めてもなかなかそういう丸めにならないんで、キューってならないとちょっとこの茶色っぽいんですよ、粉が。でも香りも良くて、秋の木かって言われたらなんか作りたいなと思って1時間焼きます。桜でも小麦作ってる農家さんがいて、でその方に桜の小麦を使ってなんとかパンを作ってくれないかって言われて、試行錯誤をして作ったパンなんですけど、何回かいろんなパン屋さんにその方もお願いしたらしいんですけど、結局パンにならずにパン屋さん諦めてたって言ってて、諦めてたって言われたらなんか作りたいなと思ってちょっとこの茶色っぽいんですよね、粉が。でも香りも良くて、合ってました。夢香りですね。千葉県桜産有機小麦なんで。なんか有機小麦なんで、そういう肥料とかあげてないですよ。なんで、ちょっとこう、タンパクが少ないというか、ちょっと弱いみたいなところはあるみたいなんですけど、昨日作った種ですね。うちで作ってるルバンで起こした種を使って、桜小麦をメインに作ってます。はずっとやってる枝根の食パンです。食パンの風に仕込んで冷蔵で発酵させます。オートリーズでちょっとこう粉と水を吸わせてあげて、そうするとしっかり粉が、そんな30分じゃそこまでですけど、粉が水吸って粉の甘みも出るし、これはうちの自家製のチーズのクリームですね。レモンも入ってるレアチーズみたいな感じですね。これ何ですか？これはアーモンドクリームです。大麦頭の玄米、大麦、黒豆が入ったものです。あれじゃないですか、よくパンスイスってあれ風にしてるんですけど、
いざ流行ってる時ってはい、手に尖っててやりたくないんですよ、僕。なんか、なんだ、真似してるみたいな感じで、思われちゃうと嫌だなと思って、やりたくないんですけど、結局、なんかこう、本心はやりたいところもあるんで、なんかこう、入りが終わったぐらいに、こそこそやってみようかな、みたいな。リーンな感じの、フランスパンに近い、シンプルな、パンですね。で、外丸め。これは出版外丸めなんですけど、外丸めの方がよりこうしっかりした強い丸めができるんで、食パンとかには外丸めしてます。こっち向きですね。こっち、外丸めってこっち書いてますけど、内丸めだとこっちですね。こっちとこっち。外だとよりこう押しながら丸めれるんで、強い丸めができるんですよ。なんで、食パンとか成形するときは、外丸めの方がいいかなと思います。優しく優しく、生地に負担かけずに。けどしっかりこれ丸めたいんで、ちょっとこう押しながら、軽く芯作ってますけどね、これ。で、今、頂点がここにあるんですよ。で、この頂点を、だんだんこう、起こしていくんですよね。こうなってる頂点をちょっとこう、こっちに起こしていって、これもこう、頂点を向いてるのを、だんだんちょっとこう、こっちにずらして、戻していって、最終的にお尻が真ん中に来るようにして、内丸めで丸めると、なかなか同じようにならないですよね。これ、内丸めなんですけど、まあ、多分、丸め方にもよると思うんで、技術ある人はできると思うんですけど、思った感じになりにくいんですよね。そうちょっとこう、なんだろうな。まあ、やる人によると思いますよ。しますけど、ちょっとこう、外で丸めた方が、僕は腰坂にやりやすいんで、そっちで。これ三中合名シロップって言って、水100に対して砂糖125で作ったシロップです。よくケーキ屋さんとかで使ってると思います。チョコレートとバナナとカスタードクリームとアーモンドクリームがあります。リンゴのデニッシュですね。リンゴとくるみとバニラシュガーとバターを乗っけて焼きます。出来上がりにアプリコットのジャムを塗ります。今だけ限定でバニラシュガーたっぷりで、バニラと砂糖で焼いた後にさらにパンにのっける時もバニラと砂糖をのっけてるんで、背徳感たっぷりのパンになっております。卵塗るのも考えながら塗ると綺麗になれるんですよね。なんかこう、べちょってこうやっちゃうと、全部当たると、こう表面当たってる面積大きいんで、生地こう引っ張りやすいんですよ。で、ちょっとこうなんか傷んだりするんで、なるべくこの生地と卵が当たってる表面が常にこう少ない状態で当たってる方がダメージ少ないんで、常にこう意識的にはパンとハケが常にこう直角で当たるように意識して塗ると、ちょっとこう表面傷めづらく塗れるかなと思います。
珍しいものではないです。普通のチーズとウインナーとパンです。ケーキのプランを合わせたものですね。なんか僕たちは当たり前にやってますけど、これこっちに移しておいてって言って、普通にこうやって引っ張ってあげても、なかなか上がらないですよ。で、これもう、なんか当たり前のことなんですけど、こうだともう、くっついて上がらないじゃないですか。これをちょっとこう、こっちから、何回かこうやって引っ張ってまとめてあげると、簡単にこう上がるんで、普段当たり前にやってる作業でも、なんかこう、初めての必要ないんだなーって、こっちもなんかこう、勉強になるんじゃないかと思いますので、ちょっとこう長さを出してあげて、から巻き始めて、あんまりこう強く巻いてもキュキュッと締まっちゃうんで、ちょっとこう巻くときは軽めに巻いてあげてますね。さっき言ってたハイカロリー、大極感たっぷりパンですね。やっぱりカスタードクリームとこちらのリンゴのタルトで使ったチーズクリームを合わせたクリームが乗ってます。コンポートするとオレンジのこの筋も全然気にならず食べれるんで、ほんと奇跡のタイミングで。バゲットの生地です。生で入れてほうれん草感を出したいなと思って。清水さん、これ、はい、終わった後に蜂蜜をお願いします。私今度桜小麦を使ったカンパーニュなんですけど、生地を向こうに入れて重ねて力をつけてあげる。
で、クリームパンとメロンパンを作っていきます。回すときに、クリームパンは、こう重ねてこうやってやって成形するんで、クリーム挟んで、ここはちょっとこう、ボリュームあった方が可愛く出るんで、この真ん中をちょっとこう生地残すように。で、重なるところはちょっと薄めに。この辺がちょっと分厚くなるように伸ばします。これをこう、こっちに持ってくるんで、ここが、ぷくっとした方が可愛いじゃないですか。こうやって。軽く。仕上げに蜂蜜をのせます。周りで溶けてる砂糖も生地の裏についてパリパリになるんです。これ今やんないと固まっちゃうんで、これ焼き上がったこの時にちょっとこうやるのがポイントです。ちょっとこう自分の好みでちょっとこう星高なメロンパンにしたいんで、ちょっとこうさっきの外丸めで丸めていくんですけど、でなるべく手をキュッとちっちゃくして丸めると、この生地が手の中で動くスペースがなくなるんですよ。ここだけなんですよ。この中でこう生地が丸まっていくんで、行き場が上しかなくなるんですよ。なんで上にこう腰高の丸めができるんですよね。こんな感じの丸めになるんで、普通にこうなんだろう、内丸めで丸めてもなかなかそういう丸めにならないんで、キュンってならないんで。まだ出ます。ちょっとサクサクにしたいんで、最初の10分は湿度100%なんですけど、あとの7分は湿度なしで焼いてます。スティックです。これさっきの冷蔵の低温熟成バンドで細くして真ん中太くしたいんで、そうですね、考えてこう真ん中の生地をちょっとこう集めて、最初からこう最後のこういう形にしたいって形に意識しながら、で僕は最後無理なく先細い形になるんで、あんまり切れてやっちゃうと生地切れちゃったりするんで、生地を切れないように押さえてあげるし、適度なガスを抜きながらなんか何でもかんでも抜いちゃうと必要なガスもあるんで、上の型を取ります。決してこう押さえるときも結構こう姿勢悪いじゃないですか。それでもう結構背中がバキバキになって毎週針とか整形してますね。こうして整形できないじゃないですか。ずっとこうなっちゃうんで、なんか猫背気味になっちゃうので、150センチの方が
僕がちょうどいい台で作業すると高くなっちゃうじゃないですか。これはこれの大きいみたいなやつを電子生地でくるくる巻いて焼いてるんで、サクサクしたチョコレートのおやつみたいな感じのパンです。これもこのまま切って焼いていきます。入れてます。これをサクサクにしたいんで最初から0%で。ちょっと普通に丸めても丸めにくいんで、ちょっとこう真ん中にこう生地を持ってきて集めて、こう丸めるとちょっとあんまり負担少なく丸めれる気がしてるんで、これで丸めてます。で最後、閉じ目を切れないように裂いてあげつつ。あんまりね、僕もうまくできないですよ。難しいんですよ。こう、引っ張って持ってきながら真ん中にこう、生地を集めてあげる。こっちは結構この、同じ生地ですけど、雑穀入ってると、ちょっと生地が締まって成形しやすいんで、普通に成形します。でもあんまりギュッていっちゃうとやっぱ切れちゃうんで、ちょっと生地が切れないようにはちょっと注意しながら。オリーブオイルですよ。このヒントを食べて。冷蔵のバゲットの生地に、くるみとイチジク。なんか自分で作ると、お肉が美味しそうに焼けるんで、オリーブオイル振って、粉チーズ振っていきます。
ギュッてやって引っ張りやすいんで、特にちょっとこう気をつけて入れてますね。ね、そうそう、生地の。なんかね、ちょっとこう、なんだろう、ワイルドな感じで、なんかいい気がするんですけどね、個人的には。こういうパンもあれかな。これネギとチーズとごま油と合わさってます。で、味噌マヨですね。こっちはベシャメルソース。すいません。いらっしゃいませ。右ウインナーとチーズ。まったら入れます。
2つのパンは一口パテです。自分の中では作りの昆布を回すね。昨日のバーガー出ました。女性。